こんにちは、ミッキーです。今回は札幌&エスコンフィールド大人の週末旅行19選です。温泉やホテルが球場と一体化し、世界中からも注目を集めるエスコンフィールド。以前にも本チャンネルで特集を組んでるんですけども、その時は野球のシーズンオフ。今回はプロ野球が開催されている時期に改めて訪問し、その魅力に触れています。ただ、せっかくの北海道旅行ですので、今回は札幌も十分に満喫。エスコンフィールドだけではなくて、札幌の美食や洗練された文化をどちらも妥協なく楽しむ。そんな大人のための週末旅のヒントとして、ぜひ参考にしていただければと思います。ぜひ楽しみながらご覧ください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、今回は東京からのアクセスは羽田発の JAL のフライトを利用。往路は朝6時35分発の501便。復路は夜21時10分発の528便。往復で 37,588 円でした。土曜日の早朝に出発し、日曜日の夜に帰ってくる。時間をフル活用するプランになっていますので、ぜひ週末旅の参考としていただければと思います。新千歳空港から札幌までは JR 快速エアポートで移動。移動中も車窓からエスコンフィールドを横目に見ることができますので、ぜひそんな雰囲気も楽しんでほしいです。さて、札幌到着後、早速訪れましたのは回転寿司トリトンの北八条厚生店。最寄りの東区役所前駅から徒歩9分ほどの場所にもありまして、札幌駅周辺のホテルに滞在する旅行者にとっても抜群の立地とも言えそうです。トリトンは基本的に車での移動が必須となる場所が多いんですけども、こちらは札幌駅から徒歩で向かえますので、ぜひチェックしておいてほしいです。地元で長年愛されるだけではなく、オリコン顧客満足度ランキングの回転寿司部門で全国1位を獲得するなど、名実ともに北海道を代表する人気店。そんなトリトンは1989年、オホーツク海に面した北見市に1号店をオープンしたところからスタート。北海道の厳しい自然が育む魚のうまさを知り尽くした地元の人々の鋭い舌に鍛えられて成長。2024年末の時点で北海道内に14店舗、東京都内に3店舗を展開するまでに成長しました。仕入れからさばき、握りに至るまで妥協のない姿勢が多くのファンを引きつけてやみません。実は最近も全国的に大きな話題を呼んだトリトン。2026年の6月末に日本テレビ系列で放送されたバラエティ番組サクサクひめひめにてトリトンの希少な限定ネタタコの子の軍艦巻きが紹介されました。スノーマンの佐久間さんとバナナマンの日村さんが出演したこの番組の反響は凄まじく、放送直後から問い合わせが殺到。7月には品薄や一時販売終了に関するお詫びがホームページに掲載されたほどの社会現象となりました。そんなトリトンで気になるメニューを一つずつ注文。まずは丸ごとホタテ地物炙り焦がし醤油です。香ばしい醤油の香りと炙ることでさらに引き出された素材本来の甘みがシャリと見事なハーモニーを奏でていました。続いては炙り塩ハラス。皮目を香ばしく炙り、旨味をぎゅっと凝縮された贅沢な炙り塩ハラスです。続いては室蘭産地元ニシン。鮮度管理が極めて難しく、本州ではなかなかお目にかかれない生のニシン。地元産ならではの脂の乗りが抜群で感動的な美味しさでした。続いては厳選生サーモン。美しいオレンジ色の身が目を引く生サーモンは滑らかな舌触りと上品な脂のコクが十分に楽しめました。続いてはウニ軍艦。クリーミーで濃厚なハクが特徴のウニ軍艦。鮮度が良く雑味が一切ないので期待を大きく超える品質でした。また海鮮ユッケ軍艦も満足感が高い一品。数種類の新鮮なネタの切り落としを旨辛い特製ダレで和えた少し変わった美味しさが光る軍艦になっています。続いては厚切りうなぎの一貫握り。ふっくら柔らかく焼き上げられた
厚切りうなぎのイカ握りで、新鮮でありながら味わい深い、そんな一品になっていました。続いては本マグロ中トロ。王道のマグロになっていまして、比較的お手頃な価格でいただけたのも嬉しいポイントでした。ちなみにこんな感じで呼び出し中の番号が表示されるんですけども、入店後30分のこの状態でなんと76組待ち。開店は11時ですけども、なるべく早く訪問することをお勧めしています。私が訪問しましたのは開店1時間前の10時頃。そのタイミングでは最初の入店タイミングで席に着くことができました。続いては北海道噴火湾産生ホタテ。圧倒的な肉厚さとプリプリとした弾力があり、とろけるような甘みが溢れ出していた一品なので、ぜひともいただいてみてほしいです。そしてそのコストパフォーマンスの高さも魅力。今映していました卵握りは143円の破格の値段です。続いては根室産赤ホヤ軍艦。独特の磯の香りと濃厚な甘みが癖になる、お酒をたしなむ大人にぴったりの深い味わい。続いてはビンチョウトロ軍艦。とろけるような質感のビンチョウと磯の香りが豊かな海苔が重なる絶妙の一皿です。さて、今映していましたのは取れたてのカスタコ。新鮮なカスタコをその場でさばいて提供してくれています。吸盤のコリコリとした確かな歯ごたえと、噛むほどに広がる上品な身の甘みが口いっぱいに広がっていく、その贅沢な一品になっていました。続いてはトリトンからも歩いてたどり着きます札幌ビール園のご紹介。今回はそんな札幌ビール園の中でも赤レンガの重厚な佇まいが美しい札幌ビール博物館を訪問しています。国の重要文化財にも指定される極めて歴史価値の高い建物。この札幌ビール博物館は2026年7月1日に大規模なリニューアルを迎えておりまして、こちらはリニューアル前の様子になっています。ただ、今回のリニューアルにおける最も大きな変更点は、これまで無料だった自由見学が有料化されたこと。入館にあたっては、すべての人に入館料が必要になりましたので、訪れる際にはあらかじめご注意ください。新しくなった館内では、日本のビール産業を築き上げた開拓士たちの情熱的な歴史をさらに深く学ぶことができます。自分のペースでじっくりと展示エリアを巡りたい方には、スマートフォンで利用できる音声ガイドを使った自由見学がおすすめ。また、より贅沢な体験を求める場合には、ブランドコミュニケーターが同行する特別なガイドツアーもあります。開拓士たちのドラマをわかりやすい解説とともに楽しみます。さらに、ツアー参加者だけが入ることを許される特別なプレミアムランジもあるとのこと。創業当時の製法で作られた復刻札幌製ビールを試飲できる極上の体験も用意されているようです。映像では札幌ビール博物館の様子を映していますけれども、札幌ビール園自体も十分に魅力的。美しい敷地そのものが1890年に製糖工場として建設された歴史を持っていまして、その後はビールの原料となります麦芽を製造する製麦工場として長く稼働していました。1966年にビール園が誕生して以来、2026年でちょうど開園60周年の大きな節目を迎えることとなりました。シンボルである巨大なレンガ造りの煙突には、赤く輝く北極星をモチーフにした開拓士の赤い星が大きく描かれ、その姿は圧倒的な存在感を放っています。さて、札幌ビール博物館を訪問した後は、試飲スペースでもありますスターホールを訪問。ここでは実際にタップから注がれたばかりのビールを試飲することができます。この日は3種飲み比べセットを注文。札幌生黒ラベル、北海道限定の札幌クラシック、そしてビール園の限定ビールであります札幌5スターの3種類を贅沢に比較することができます。それぞれのビールの異なる個性や新鮮な樽生ならではの豊かな風味と喉越しを一度に堪能できるのが魅力。さらにお酒が苦手な方でも楽しめるのは同時に注文しましたリボンナポリン。100年以上の歴史を誇る北海道限定の炭酸飲料でありまして、鮮やかなオレンジ色とどっか懐かしい爽やかな甘さが見学中の疲れを癒してくれます。札幌を象徴する施設にもなっていますので、ぜひご訪問ください。
続いては大通公園の東にそびえ立つ札幌テレビ塔のご紹介。1957年の開業以来、札幌の街を見守り続け、2025年には国の登録有形文化財に登録された札幌テレビ塔。こちら大通公園と合わせてぜひ確認してみてほしいです。今回の旅では展望台には登らず、大通公園からその美しい姿を眺めて記念写真を収めています。青空に映える赤と緑のコントラストや日が沈み始め優しくライトアップされた姿は地上から見上げているだけでも圧倒的な存在感。芝生や花壇が美しく整備された公園の緑とそびえ立つ鉄塔が織りなす絵画のような対比をぜひお楽しみください。もちろんご覧のような夜景もとても素敵になっていますので、昼間だけでなくて夜のタイミングでも訪問してほしいようなそんな注目スポットです。続いては木の戸屋カフェ。先ほどご紹介しました大通公園に面した憩いのカフェ。こちらの注目は店舗限定のフルーツが贅沢なオムパフェ。ディスプレイされている姿もとても美しいんですけども、結構行列になっていますので時間には余裕を持ってご訪問ください。そしてこちらは北海道庁旧本庁舎、通称赤レンガ庁舎です。来年2027年のリニューアルに向けて改修も進んでいるようで、ますます注目を集めるスポットです。続いてご紹介しますのは北海道を代表する銘菓六花亭の札幌本店です。1933年に帯広千秋楽として創業した同社は1968年に日本初のホワイトチョコレートを販売し、1977年に現在の社名へと改称しています。2015年4月に誕生したこちらの札幌本店は2025年にオープン10周年の節目を迎えたお菓子と文化が融合する情報発信基地。ご覧のような1階の広々とした店舗ではお菓子を1個単位から気軽に購入できるほか、包装紙でおなじみの愛らしい花柄があしらわれた限定文房具や雑貨も並び、お買い物を存分に楽しめます。特に六花亭は新千歳空港で商品を購入される方が多いと思いますけれども、こちら札幌本店限定のメニューもたくさん用意。今回もここでしか買えないようなメニューを中心に購入しています。そんな時に1個単位で買えるところは食べ比べもできるのでとても嬉しかったなと感じています。そして忘れてはいけないのが2階にある喫茶室。窓側の席からは喫茶ごとの美しさを見せる庭園を眺めることもできます。そんな非常に落ち着いた雰囲気のイートインスペースでは2026年3月末をもって食事メニューの営業を終了。現在はさらに魅力的なスイーツメニューに特化したリニューアル営業を行っています。お茶を注文した際には有名ブランドの食器でも提供されるようです。さて、この日いただきましたのはマルセイアイスサンド。また右手の雪やこんこ混じりっけなしです。雪やこんこ混じりっけなしは人気のココアビスケットが添えられた牛乳のコクを存分に味わえるソフトクリーム。マルセイアイスサンドはホワイトチョコレートとレーズンが加わった濃厚なアイスのビスケットサンドでした。さて、ここからはこの日に宿泊しました三井ガーデンホテル札幌ウエストのご紹介。札幌駅南口から徒歩約4分という好立地に静かに佇みます三井ガーデンホテル札幌ウエスト。2020年2月に誕生したこのホテルは隣接するグループ向けの和風の本館とは異なり、カップルや少人数での大人旅に特化した機能美とモダンなデザインを誇る空間です。館内は木彫りの熊をモダンにアレンジした愛らしいオブジェなどが随所に飾られ、知的好奇心をくすぐるシックな雰囲気が魅力です。さて、今回宿泊しましたのはスタンダードツインの客室。1泊2名で34,000円程度です。落ち着いた北欧風の色調で上品にまとめられ、シモンズ社製のベッドやこだわりの快眠枕が完備されています。この日はちょうど結婚記念日だったのでそのことを伝えていたんですけれども、こんな感じで素敵なぬいぐるみとともにメッセージカードを添えていただきましたので、そういったホスピタリティもとても嬉しかったです。木のぬくもりが優しい機能的な家具や
十分なコンセント配置、加湿空気清浄機などコンパクトながら左右まで配慮が行き届き、プライベートな時間を心地よく演出してくれます。またお水も用意されているんですけれども、お水に関しましてはこの後ご紹介します2階の大浴場のエリアではご自身で給水することもできますので、そういったところも嬉しかったです。もちろん紅茶やコーヒーも完備されていますので、宿泊先でのティータイムもぜひ楽しんでみてほしいです。また窓からの静かな景色を眺めながら旅の疲れを優しくほどきつつ、最適な快適さでそのプライベート空間を楽しんでみてほしいです。ご覧のように客室内にもユニットバスが備えられているんですけども、大浴場も完備。大浴場はガラス越しに中庭の植栽を望むシックな浴室で、旅の疲れを洗い流し、足を伸ばしてゆっくりと温めることができます。そんな至福のひとときもぜひご堪能ください。また館内に関しましてはナイトウェアとスリッパのまま客室から気軽に移動できるのも嬉しいポイント。ぜひ気軽に館内を散策してみてほしいです。また館内にありますウォーターサーバーの隣には札幌限定ドリンクを含めた自販機も用意。ホテルの外に出るのは億劫だけれども、ドリンクぐらいは楽しみたいという方にもお勧めできるような自販機になっていました。さて、そんな札幌ウエストで注目すべきはもう1点。2階のレストランが宿泊者専用ラウンジとして15時から23時までの間開放。コーヒーやソフトドリンクのフリーサービスに加えまして、15時から19時の間はお菓子も用意。静寂に包まれた空間の中で翌日の旅の計画をゆっくりと整えつつ、お菓子やドリンクでくつろぐことができる、そんな専用ラウンジになっていました。さてもう1点。翌日のエスコンフィールド訪問前には札幌駅前のファイターズオフィシャルストアオンデックも注目。こちらでは球場へ向かう前に応援グッズを選ぶことができまして、そんな事前準備も叶えてくれます。球場内はどうしてもグッズ売り場が混雑してしまいますので、こちらでじっくりグッズを購入するのも個人的にはお勧めしています。そして夕食で訪問しましたのはこちら、松尾ジンギスカンのすきの店。昭和31年1956年に創業者である松尾正治氏が滝川市で松尾羊肉店を開いたことから始まった松尾ジンギスカンのすきの店。2026年で創業70周年を迎えた、まさに北海道の食文化を牽引する味付きジンギスカンの元祖として知られています。生搾りの玉ねぎやリンゴを贅沢に使用した秘伝のタレに漬け込むことで、羊肉特有の癖を抑えて引き出される驚くほどの柔らかさが特徴です。ジンギスカン鍋の中央部でお肉を焼き、流れ落ちる旨味たっぷりのタレと肉汁で縁にあるもやしや玉ねぎを煮込むジュージューグツグツのスタイルが必見です。さてこの日はせっかく札幌を訪問しましたので、北海道の気候風土に合わせて作られたすっきりとした飲み口と贅沢なコクが魅力の北海道限定ビール札幌クラシックで乾杯。メインは今映しています人気のジンギスカン3種盛り合わせを注文しています。丁寧に手作業で筋取りされた特上ラムや定番のラム、深みのあるマトンなどそれぞれの部位が持つ極上の柔らかさと旨味の違いを秘伝のタレとともに贅沢に食べ比べることができます。秘伝のタレが染みた温野菜を美味しくたくさん摂取できるところもこの松尾ジンギスカンの魅力です。そんな工夫も健康を気遣う大人世代にも大変好評を博しています。そして脂肪燃焼をサポートする L カルニチンが豊富でヘルシーな上、衣服や荷物への匂い移りを防ぐような戸棚も完備していました。店内もシックで清潔感のある落ち着いたモダンの空間でいただくことができています。2026年6月に放送されましたテレビ北海道の経済ナビでも、熟練の職人による手作業での筋取りなど、その美味しさへの徹底したこだわりが大々的に特徴されていますので、今もなお愛される味わいです。さて夕食後はすすきのエリアを散策。こちらは北海道最古にして最大級の歴史を持つ札幌たぬき工事商店街です。
約900メートルも続く全天候型のアーケードには昭和レトロな雰囲気漂う横丁から最新の商業ビルまでが並んでいます。そんな札幌たぬき工事商店街を抜けて札幌文化を体験すべく締めパフェのお店を訪問。こちらは有名なパフェ、コーヒー、酒、砂糖、札幌の夜を締めくくる文化、締めパフェ。その流行を力強く牽引してきたお店です。2015年に発足した札幌パフェ推進委員会を契機に2016年に誕生したこちらの店舗。2024年4月にはさらなる広々とした空間を求め、ビル丸ごとリニューアル移転を遂げています。これを機に営業時間も13時からになったとのこと。夜遅い時間に出歩くのが難しい方でもお昼のカフェタイムに気軽に贅沢なパフェを楽しめるように変化しています。そして新店舗でありますこちら、木になるビルは各フロアで異なる洗練された表情を見せてくれます。1階はシックなピスタチオ菓子専門店、2階は大きなテーブルに季節や時間を表現した美しい桜や金魚などプロジェクションマッピングが投影される演出空間、都会的なスタイリッシュさと幻想的なデジタル演出が融合した非日常の癒しはまさに大人のための新しい隠れ家とも言えそうです。そして提供されるパフェはアイスやソルベ、焼き菓子に至るまで全てが自家製。北海道産の新鮮な生乳を使用し、ハーブやスパイスを巧みに組み合わせた重層的な美味しさが魅力です。またネルドリップコーヒーや厳選されたウイスキー、ワインといったお酒とのペアリングもご提案。2026年3月にはガレット専門店を新規出店するなど今もなお進化を続けているそんなお店です。そして今回注文しましたのは2種類のパフェ。右手は看板メニューになります塩キャラメルとピスタチオ、カシスとリンゴでさっぱりと。左手はイチゴと抹茶、まろやかな2種のチーズを重ねて。左手のメニューはカマンベールやパルメザンといった2種のチーズが持つ芳醇な塩気とイチゴの酸味、抹茶の奥深い風味が美しく重なり合う繊細で贅沢な一品。右手のメニューは濃厚なピスタチオとほろ苦いキャラメルのアイス、そこにカシスとリンゴのジュレが心地よく調和し、最後は非常にさっぱりと締められます。このような芸術的なパフェをお酒やコーヒーとペアリングしつついただける上質空間、ぜひこの機会にご堪能ください。さて、せっかくの機会なので札幌グルメを心ゆくまで堪能。こちらはかの有名な日課ウイスキーの巨大看板が夜空に鮮やかに輝くすすきの交差点の様子。札幌一の歓楽街を象徴する息を飲むほど美しい夜の景色が目の前に広がっていました。そして最後はラーメンをいただきに訪問しています。こちらはかつて1974年創業の札幌松坂屋からすすきのラフィラへ至る約50年の歴史を紡ぎ、新たに誕生しましたここのすすきの、昼も眠らない街すすきの A をコンセプトに2023年から2024年にかけて全面開業を迎えたすすきの交差点の新たなランドマークです。そしてそんなランドマークの中で今回は4階にある人気のラーメンフードホールを訪問。まずはこちら雪村でいただきました味噌ラーメン。まろやかで深みのあるスープと麺の調和が素晴らしく、旅の疲れに染み当たる美味しさ。札幌といえばの味噌ラーメンをいただいています。そしてもう一品はラーメン竹蔵の札幌味噌。同じく味噌でいただいているんですけども、また違って魅力的。洗練された味噌の風味と奥深いコクが絶妙に絡み合う贅沢な味わいになっていました。ここのすすきのは天候を気にせず北海道の本格的な美食を心ゆくまで堪能できる注目のランドマーク。この施設内だけでも十分楽しめそうな雰囲気でした。館内には映画館もありまして、旅行で訪問した際にはあまり使うことはないかもしれませんが、住民の方にも旅行客にも優しい施設になっていると感じました。Sometimes you gotta pray for a victory. さて、こちらは2日目の朝の様子。朝はパークといいますカフェでお食事をいただいています。こちらは札幌駅から少し歩いてたどり着きますおしゃれで落ち着いた大人のためのカフェ&ダイニングバー。
市電の西8丁目電停のすぐ目の前にありまして、地下鉄大通駅1番出口や西11丁目駅からも訪問できそうです。一日中楽しめる公演をコンセプトに掲げ、朝9時のモーニングから始まり、ランチ、ディナー、そして夜遅くのバータイムまで多様なライフスタイルに優しく寄り添います。店内は海外のヴィンテージモダンをテーマに、シックなインダストリアルデザインが特徴で、厳選されたアンティーク家具やポップな色使いのインテリアが美しく調和。大きな窓からは自然光が差し込む中で、日常の忙しさから離れ、静かで知的な時間をゆっくりと過ごせるような空間です。この日のタイミングでは、おそらくアイドルグループのコンサートが昼間に開催されるということもありまして、朝からとても混雑していました。やはり札幌に関しましては、土日はとても混雑するかと思いますので、時間には余裕を持って訪問することをお勧めしています。また店員さんもとても多いというわけではないので、結構オペレーションにも時間がかかっている印象でした。そしてこちらはお店の奥にあります雑貨屋さん。こちらの雑貨屋さんでもこのお店らしさを感じるような海外のヴィンテージ品が販売されていましたので、お食事をいただいた後にはご覧になっていただくと良さそうです。さてこの日は自慢のモーニングメニューをいただいています。モーニングメニューは朝9時から11時まで提供される人気のセット。ベースとなりますのはパークプレートです。こちらメニューを映しているんですけども、プレートメニュー以外にもたくさんの気になるメニューがありましたので、モーニングだけあらずランチタイムだったりとかディナータイムに訪問するのもいいかもしれません。とはいえ札幌自体が食の宝庫になっていますので、なかなか訪れるタイミングは難しいかもしれません。そしてモーニングメニューにはコーヒーや紅茶、ソフトドリンクなどを好きなだけ楽しめます嬉しいドリンクバーもセットになっています。お気に入りの一杯を片手に心穏やかな一日の始まりを優しく演出してくれていました。さてこちら今回いただきましたワンプレート、そしてニューヨークプレートです。ワンプレートのメニューにはサラダとキノコソテー、またポーチドエッグもトッピング。他にもアボカドや厚切りベーコン、サーモンなども追加で注文が可能。自分好みに贅沢にカスタマイズできるのも魅力です。そしてニューヨークプレートに関しましてはソーセージとベーコン、ブレッドにサラダがついて、さらに目玉焼きもついています。まさにこの海外のアメリカンな空間の中でいただくニューヨークプレートは特別になっていました。ドリンクバーはコールドドリンクをいただいた後に食後のコーヒーもホットでいただけそうだったので、ぜひ満足いくまでいただいてみてほしいです。さていよいよ今回の旅のメインとも言えますエスコンフィールドの様子をお届け。以前にもエスコンフィールドの徹底攻略の動画を作っていますので、よかったらそちらも見てほしいです。そちらの動画ではエスコンフィールド内のツアーの様子もお届けしていますので、より深くエスコンフィールドを知ることができそうです。さて今回はセパ交流戦の際に巨人対日本ハムファイターズの試合を見に行っています。特にエスコンフィールドに関しましては、北海道日本ハムファイターズがセリーグの各球団に向けて最後に放映されるメッセージ含めて感動的な演出もありますので、とても注目でした。さらに今回のエスコンフィールド訪問時にはモーニング娘。のライブも開催されていたりと、結構贅沢な内容だったかなと思っています。さてそんなエスコンフィールド、総工費約600億円を投じ、2023年3月に華々しく開業を迎えた施設。日本初の開閉式屋根付きの天然芝球場でありまして、3万5000人を収容する圧倒的なスケールを誇ります。そしてとても運が良く、この日はエスコンフィールドが2026年で初めて天井をオープンした日になっていまして、その青空の下野球が開催される様子を見ることができました。そしてこのエスコンフィールドは北海道ボールパーク F ビレッジと名付けられている一つの持続可能な街の一部。日々進化を続けていまして、このエスコンフィールドの南側一面を覆う巨大なガラス壁からは高かな自然光が降り注ぎます。その居心地の良さはまるで美しく整えられた温室公園や洗練されたリゾート地のよう。またこちらのエスコンフィールドは試合がない日もなんと入場無料で入ることができます。東京ドームではビールが1000円するんですけども、札幌クラシックを800円でいただきましたので、とてもお得感を感じました。そしてエスコンフィールドといえばご飯がとても美味しい球場。
まずはこちら、十勝名物の豚丼をいただいています。加えてこちら、北の海宝もセレクトしています。海の恵みを贅沢に盛り合わせた北海道ならではのお弁当。おそらく関東圏ではなかなかいただけないような、そんな美味しさを感じることができたかなと思っています。また、いずれのお弁当に関しましても、紙パックの多いお茶がついてきましたので、そこも嬉しかったです。そしてこちらは、サラド芝プレイボールエール。エスコンフィールドは、その施設内にビールの醸造所も構えていまして、米穴エール系列のサラダ芝も必見です。また、こちらはエフタンのモッチライスヨーグルトナタヨコ。加えて山盛りガーリックヘルメットポテトもいただいています。北海道日本ハムファイターズのヘルメットの上に盛られたポテトや唐揚げはとても満足感が高かったです。この日は日本ハムファイターズの勝利。ファイターズが試合の終盤で勝っているときは限定のビールの販売もあったりで、より演出を楽しめます。また最後にはこういった形で選手がトロッコに乗って移動する様子を見ることができますので、特にひいきのファンがない場合には日本ハムが勝った方が演出を楽しめるかもしれません。そして今回気になっていた読売巨人軍に対するメッセージ。こういったプロ野球全体を盛り上げようというエンターテインメントの姿勢が個人的にはとても大好きです。スポーツ観戦というと、どうしてもひいきのチームを応援している人が強くて、結構バチバチしているイメージもあるんですけども、やはり産業全体としてもっと盛り上がっていくといいかなと感じています。特にアメリカに関しましては、野球だけではなくて、アメリカンフットボールやバスケットボール、アイスホッケーなど、とても大きなプロスポーツチームがありますし、スーパーボールに関しましては、とても有名なアーティストさんがライブを開催するハーフタイムショーもありますので、日本でもそういった特大のエンターテインメントが出来上がると嬉しいなと思っています。おそらく一番近いのは野球かなと思いますので、こういった野球ファンに限らず多くの人を引き込むような姿勢が大事かなと個人的には感じています。さて、今回の旅はキロの最後まで注目スポットをお届けします。ここでご紹介しておきたいのがスーパーラウンジアネックス。2025年の4月に誕生しました新千歳空港国内線4階にありますラウンジ。滑走路が見えます3階のラウンジとは異なり、窓がない代わりにシックでモダンな大人のための静かな空間が広がっています。この日もセゾンのゴールドカードを提示することで入ることができました。このようにモニター付きの席もありますので、特に働くサラリーマンの方には嬉しいかなと思っています。個人的にも動画編集等ができるので、とても重宝するなと感じました。またラウンジ内はドリンク類もとても充実していますし、2階で購入したお土産スイーツを混雑を避けつつ優雅に楽しむこともできそうです。またコーヒーはオニヒココーヒーを使用。北海道ならではのコーヒーの味わいも感じることができます。さて、ここからは今回購入しましたお土産品のお店をご紹介。こちらは森本という老舗洋菓子店。お土産の定番として高い人気を誇っています特産の希少な果実ハスカップを使用したお菓子は必見です。新千歳空港限定のハスカップジュエリーホワイトバージョンミックスを今回は購入しています。そしてぜひこの場でいただいてほしいのは木の戸屋の極上牛乳ソフトクリーム。常に長い行列を作る人気の洋菓子店のソフトクリームは必見。空港のアイスクリーム総選挙の濃厚部門で7年連続1位を獲得しており、数々のテレビ番組でも外せない極上スイーツとして放映されています。北海道産生クリームにマスカルポーネを隠し味に加えたずっしりとした巻きの多さが特徴。形が崩れず丁寧に作り上げられる様子はまさに圧巻です。濃厚なコクと密度の高いもっちりとした食感を存分に堪能できるような